どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。5000分の1の確率でマラカスの中に入っているさやです。マラカスの中に入ってるさ、はいシャカシャカ言ってる部分の名前なんか知ってますか？知りませんけど。あれマラカって言うんですよ。いや、あいつはすな。ここすな。マラカとあ、マラカとすなんこれ。今回です。こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、シャンプー辛口で頭皮ヒリヒリしそうだな。やだな。さあ、こちらです。今回、ドドン。昔話。ということで、今回やってく企画はこちら。エドティーン。プロの絵師が日本昔話を美談化してみた。天下統一への第一歩である。ということでですよ、皆さん、めちゃくちゃお久しぶりの夏目さんち、人気企画なのか、美談化シリーズ。わー、これからまでもね、いろんなものを美談化させていただいてたんですけれども、闇に落としてまいりました。前回はもうね、見てみたらね、こちらの動画、こちらの動画潰しちゃった。すごいちっちゃい、すんごいギューってにょー伸びちゃった。前回ですね、はいグリム童話の美談化、しましたね。はい、ということで7ヶ月前でした。うわもうだいぶ昔。ヴィラン化というのは、はい皆さんヴィランというのを説明すると、物語上における主人公サイドから見た悪役のことをヴィランとー、はい呼びますと。じゃあ今回は、はい日本昔話ということで、はい日本昔話代表的な3作品を持ってきました。昔話3作品、はい。これはもう時代背景とかもゴリゴリアレンジして、元にこの物語あるよねっていう形でね、我々がもういじっくり回して妄想を垂れ流していこうと。思うかな思えよ。思うかななんですね、歯切れ悪いの。大丈夫かななんでだよ。さあ、では早速やっていきましょう。はいじゃあまず第1回戦目。なんか久々だね、この感じ。イエーイ。第1回戦目はママ太郎。はい。ね、桃太郎っていうのはね、もう、桃の実から生まれた。で突然現れた巨大な桃に襲われたおばあさんの。違いますよ。なんでその B 級映画。なんかキラートマトみたいな映画。桃の実が川からどんぶらこと流れてきて、そこから生まれたお子さんですよ。それが桃太郎。で、そのおじいさんおばあさんからきびだんごをもらって、なぜかきびだんごごときで釣られてしまった犬猿騎乗を従えて鬼ヶ島に行って、鬼をぶっ倒して帰ってくるっていう話なんですけれども、はい。実はね、この桃太郎ってそもそもなんだけど、我々が今、ヴィラン化っつってさ、桃太郎ちょっと自分好みにしてやるぜ、へーっつってさ、やりたいわけじゃん、今から。やりたい。それもう、江戸時代にやられてます。江戸はい。それぞれね、3作品実は、二次創作があるんですよ。二次創作桃太郎のそう、桃太郎後日話ってやつ。はい。桃太郎二度の賭け。そして桃太郎元服姿っていうタイトル。成人しとるよ。っていうのがあるんだけど、その中の、いろいろね、これ、詳細を調べてほしいんだけど、その中でも、ジャパニーズだねって思ったのが、元服姿の方、桃太郎元服姿の方が、鬼の娘が出てくるね。鬼ヶ島を滅ぼされてしまった鬼は黙っておられず、まだ生きてたわけよ。設定だとね、その人も。その鬼の中の一番美しい娘を桃太郎に送りつけるっていう。けしかけるのよ、ハニートラップとして。でも鬼の娘は桃太郎に恋しちゃって、でも自分の親というか仲間である鬼も裏切れない、でも桃太郎は好きっていう板挟みで最後には自害してしまうっていう。悲しい。みんな好きやん。みんな好きな物語書いてるのね。そんな儚い乙女の恋好きやんみんな。はい、ということで、桃太郎やっていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。よーいスタート。でもね、桃太郎といえばね、どんぶらこっていうとんでもねえ擬音を生み出した名作だからな。天才だよね。どんぶらこってやばくない？どんぶらこって確かになと思うもんね。しかもさ、子供の頃からさ、どんぶらこって言われてきてさ、何の疑問も持たずに育ってきてしまう日本人すごくない？すごいね。どんぶらこってなんやねんとは思わないんだっていう。当時の服装絶対膝出ないと思うんだけどさ、宗教上の理由により宗教上の理由でね、膝出るんだろうね。桃太郎さん、桃太郎さん、お膝が見えてるかわいいね。きびだんご
みたいで可愛い。怖い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 。もう逮捕されてほしい。一回逮捕されてほしい。いやここはさ、はい。桃太郎の絵を描きながら小太りじいさんの話をするっていうこの日本昔話に満ちた時間を作ろうよ。なんでだよ。なんでわざと小太りじいさんにしちゃったの？何じいさんがいい？なんでじいさんに縛りなの？確かに多いけど日本昔話にじいさん。前さ、さやさんさ、ディズニープリンセスヴィラン化の時もさ、やりましたよ。白雪姫天然ヴィランじゃなかったっけ？天然ヴィランですよ。それさ、好み分かれると思うんだけどさ、僕養殖ヴィラン大好きなんだよね。天然ヴィランと養殖ヴィランって何なんって感じが今急に出てきたけどね、その単語で。違うんだよ。天然ヴィランといえばさ、バットマンシリーズのジョーカーなわけじゃん。そうね。生まれながらにしてカオスを求めてるみたいなさ、そういう人間じゃん。ちょっとジョーカー、最近のジョーカーの映画で若干違うのが描かれてしまったけど、それと。じゃなくてさ、ヴィランにならざるを得なかったやつっているわけじゃん。そっちの方が好きなの、実は。実はそっち好きなの。その道しか残されていなかった。結果的にヴィランになってしまったというだけの人間。じゃあ1回戦目、桃太郎。せーの、でどーん。じゃあいいっすよ、さやさんから。いいですか？はい。桃太郎くん、桃から生まれたどんぶらこくん。もう、超人ですよ、生まれながらにして。めちゃくちゃ強いわけですよ。子供の頃からもう怪力。そう。で、おじいさんとおばあさんは、桃太郎をこうお迎えして、すごい嬉しい反面、めちゃめちゃ怖かった。その子をどう扱っていいか分かんないみたいな。そういうタイプ。そう。でも、この子しか太刀打ちができないっつって、やるしかなかった。もう仕方なくこの子を出したんだけど。でも、諸刃の剣なわけでしょ？そう、諸刃の剣なわけで、この子が戦いを知ってしまうわけですよ。そういうことよね。で、実は犬猿記事、あれはおじいさんとおばあさんに言われて使われてきた監視役だったっていう。そういうことね。だけど多分いないもん。巻き込まれた。戦うだけだもんね。そう。戦闘狂になってしまうんだね。そう。天然ヴィランだわ。天然ヴィラン。なるほどね。多分これから感情を知っていくんだけど。これからもうちょっとおいおいする。だから書けやって話になるんだよね、毎回。そうね、ちょっとこれ間挟んじゃうんだけど、夏目さんちちょっといろいろね漫画を描いていくプロジェクトを僕たち進行させてるので、これを書くとかじゃなくてね、ちょっと楽しみにしていただければと思うところで。なるほどね。聞こうから。いい？ちなみにこいつ鬼七です。鬼七丸？鬼七丸くんでいい。鬼七丸くん。とりあえず舞台はこれはとある島です。これはとある島だ。とある島です。ここは一人の少年は生きながられたわけですよ。戦いから下半身はちぎれ、目は潰され見えず。うわー怖い。しかしね、その時に、もう死に際のもう死にそうだった時に、この島での戦いの最中に聞こえた声を思い出すわけ。違う目を覚まして違うそういうことない違う。そう、あそこの戦ってた場で敵軍の狼男みたいなやつが負傷して死にそうな時に、ここの島を攻め込んできたやつが言ってた言葉を思い出したの。生きろ、この団子を食えっつって言って狼男みたいなやつを治療してるとこ見たわけ。そうで、そしてその団子のかけら、団子とおぼしきもののかけらが落ちてたわけ。這いずってその団子を口に含んだやつ、この子は。でそうするともう体中にバーンって激痛が来るわけ。それでなくても痛そうなの。そう、そこから1週間1ヶ月少しずつかけて、体がどんどん再生していくわけ。腕が生え、手が生え、すげえ団子じゃん。目は復活し、でもう誓うわけ。ここの故郷を滅ぼしたあの男を絶対に許さない、仲間を3人引き連れこの島を滅ぼしたあの剣士を俺は絶対許さないっつって立ち上がる物語。これ VS 桃太郎なんだ。桃太郎に滅ぼされた鬼ヶ島にいた鬼の子の話。うわしかもちょっときびだんごが怪しい。ちなみにですけど、この世界におけるきびだんごは、また出た通称きびだんご。食べたら神通力に目覚める。神のアイテムや。神通力というものが使えるようになる。いろいろできるようになるという便利な能力ですね。そんなところで桃太郎が終わったんですけど、全然終わらす気ない。終わらす気ない。ここから始まる。ここから物語は予告編で終わらすなって感じ。はい、じゃあ第2回戦目。かぐや姫。かぐや姫。かぐや姫っていうのはご存知ですよね、さすがに。竹取の翁というものありけりですよ。竹取物語。竹取物語ですね、かぐや姫。つまり光り輝く竹の中から女の子が、赤ちゃんが入ってたと。でかぐや姫はなんと3ヶ月で美しい女性の姿に育ってるわけよ。
すごい爆速で爆速成長して誰とも結婚をしなかった、なんかいろいろねほら貴族がたくさん押し寄せたけど無理なんだ押し付けて結婚しなかった、SNS で炎上したから結婚やめろやめろやめろ、そういうことじゃないよそんな時かぐや姫は、竹取の翁たちにある秘密を打ち明けて、そう自分は月から来てる、自分の故郷は月なんだぞと打ち明けて、私は帰りたくないけどっつって月から迎えが来ちゃったから帰りますって言って帰ったのがかぐや姫と。そうこの物語の中で貴族たちが散々な目に遭ってるんだけど、これって当時めちゃめちゃ権力持ってた藤原氏を批判することができなかった時代に物語上でボッコボコにして批判したっていう、そういうちょっとね政治的メッセージもあったらしい。なんか闇を感じますね。闇を感じますね。いやなんか歴史を感じますね。ということでそれでは時間は10分で夏目さんちを今までご覧になってきた方はもう分かると思うんですけど、この男宇宙人大好きなんですよ。大好きですね、いやかぐや姫なんてさ、これ日本最古の SF って言われてるぐらいですからね。まあでもそうよね。そう日本最古の SF と呼ばれている物語ですから、竹取物語って。でも悪くしたくないな。企画が倒れたな。おいヴィラン化っつってんだよ。すごいコメディになっちゃうんだけど。コメディなんですか？コメディ。ヴィラン化なのに？ヴィラン化だけどコメディだよ。あ、そうなんだ。やっぱ笑いは必要だよ。まあいいですけど、確かにシリアスすぎるといっぱい笑うと免疫力がついて健康になれるんだよ。笑顔を失ったゲンさんにはもうこの言葉は届かないの。なんでだよ。なんで俺がヴィラン化してることになったの？今日のさやめもゲンさんに笑顔はない。悲しい。何そのチャンネル。笑顔を失った夫の笑顔を取り戻すチャンネル。泣ける。コンテンツとしてはバッチリだ。ちょっと過ぎたよ。話考えてたらちょっと時間過ぎちゃった。はい。できます。せーの、でどん。ちょっとテイスト違いすぎて。違いましたね。はい、違いますね。ちょっと違いますね。これかぐや姫に求婚してきた男たち。おい初対やないかい。実はかぐや姫ちゃんは宇宙人なんですよ。月から来たっていうか、まあそこはね。そうっていうか月じゃないの。宇宙をいろいろ旅してるの。そうだけどおじいさんたちに説明するのに一番宇宙っていう概念を分かりやすくしたために月って言っただけであって、本当は宇宙を旅する宇宙人、おっかない宇宙人なんですけど。おっかないんだ。そうで宇宙を旅してる時にこの体が保ったままだとちょっとエネルギー使いすぎちゃうから赤ちゃんになっていろんなところに突然現れるっていう、で3ヶ月かけてそのエネルギーを元に戻してこの体を得るっていうシステムでそういろんな星に行って好きなことだけしてまた好きなタイミングで帰るっていうのをひたすら続けてる。わがまま奔放にね。わがままお姫様なの。いいっすね。そうでこの子のエネルギーは若さなんですよ。おっと男たちの若さをずって全部初太にしました。周りの男から年齢みたいのを吸い取ってそうエネルギーにするんだ。でみんな初太になっちゃったんだ。いや逆なの。老いるんじゃないの。老いる若返る。子供になりすぎるっていう。そうでこの子は人間の子供めっちゃ可愛いって言って2、3人連れて月に持って帰っちゃうんだ。しかも可愛いんで帰りますって言って好きな子だけ選んで帰るっていう。とんでもねえやつじゃねえか。確かにヴィランだわ。確かに悪いやつだわ。はあじゃないですよ。皆さんお茶の準備はしましたか？長いっすよここから。大丈夫ですか？大丈夫ですか？多分3時間ぐらいかかるんで。かかってもいいかもしれない。これはかぐや姫ですよ当然。なんか泣いてるよ。だって月に帰りたくないんだもん。帰りたくない。そう角ですね。角ですね。さっき鬼ヶ島の少年も角生えてましたね。角生えてましたね。なんでしょうねっていう話から始まるんですけど、とにかくこれは舞台はもう数百年前ですよ。桃太郎の100年前ぐらいにしたい。ちょっと時代交渉を無視していいならば100年前ぐらいがいい。月の民がいるわけです。月の民っていうのは当然異星人で全員美しい容姿を持ってて角が生えてる。全員角が生えてる。桃太郎における鬼というのは月の民の話だったんですけども、そういうことね。実はで月の民が一番生物兵器というか研究に適した地が地球の環境なわけよ。なのでぶっちゃけ月の民における一番のキーパーソンになる存在なわけですよ、こいつが。じゃあ研究の末生まれた子なのよ。子だったということだから取り返しに来たんだよ。そうなんです。だけど見つかっちゃったのよ、沖縄に。竹取ってるばっかりに。で原作でもそこ結構あるの。かぐや姫はおじいさんおばあさん大好きになって、それはもう育てられちゃったから大好きになっちゃって帰りたくない。でも無駄ですよっていう、あなた方がいかに戦おうとしても無駄ですっていうのを言うわけじゃん。月の民はこれ原作にもある通り、人の心を操る力と超能力全部あるの。
原作にもあるから。かぐや姫の原作は、戦おうとたけってたやつもスッて戦闘の意思がなくなっちゃう。で人の心をコントロールする神通力を持ってたわけ。スマブラやろうってなったんだ。そうそっちにねスマブラやろうってでそんな中、連れ去られちゃうんだけど、最後に原作でも残しました。かぐや姫おじいさんたちに不老不死の薬と天女の羽衣を残したのを知ってます？そうでこれが今全てにおいて神通力を目覚めさせることができる力を持っている不老不死の薬なわけです。きびだんごじゃん。そしてかぐや姫は連れ去られてしまいます。おじいさんはもう深く悲しむ。2人とも深く悲しむわけ。ライオンアイコも真っ黒になってしまう。真っ黒になっちゃうおじいさんとおばあさんはもらった不死の薬の一部を飲み若返るわけです。かぐや姫を必ず月から奪い返してやる。私の娘を助け出してやるっつって。おじいさんおばあさんビギンいやでも本当にそういうことで、そんで羽衣を使って空を飛び、月に向かおうとするもやっぱり途中で耐えられなくなって落ちてきちゃう。オゾン層抜けられないでも不死の薬を飲んで体は強化してあるから死なない。でも自分たちはもう年老いすぎてた、不死の薬を飲むには、そして数十年経ったある日川を流れてる桃を見つけたわけです。作り込みえぐくないこれ作り込みえぐくない。なんか基本設定はちゃんとある。だから数十年経ったある日、もう全てを諦めないと誓ったけど少し希望が薄れてきたところに流れてきたわけよ。桃のような球体に入って流れてきた何かを見つけたん。でも当時は桃としか称せなかった。そう桃としか言えなかった。巨大な桃としか言えなかった。確信したわけ。この中にかぐや姫を助ける存在が眠ってる。桃太郎ビギンズ。絶句そういうことよ。だから桃太郎は生まれた時から強かった、なぜなら月の民が生み出した生物兵器だった。そういうことね。でおじいさんの強い希望で月の民が地球の研究拠点として置いている鬼ヶ島をぶっ潰してこいっつって、うわ繋がった。一本になってきた。一本になってきちゃったな。ということでほどなくしてですよ、鬼ヶ島を滅ぼした桃太郎との戦いを皮切りに、月の民と、地球人の全面戦争が始まったのであった。キングダムじゃん。いやもう本当にそういう感じの話だとめっちゃ熱くない？もう一個言っていい？設定考えてたら楽しくなってきちゃった。尺があるんですよ。1個だけ。はい、浦島太郎。いやもうこれも定番ですね。定番よ。じゃあ最後。最終戦浦島太郎。よーい10分。ゲンさんの話でちょっと混ぜよう。もう世界観乗っかってきた。乗っかっていくわ。乗っかってきてもいいけど、俺は俺で俺と乙姫書いちゃうからね。いいよ別に。俺は浦島太郎ですよ。じゃあ太郎ね。どうしよう、またさやさん好きそうだなみたいな感じになりそうだよ。また渋い浪川さん意識したでしょって思われそう。出た。そんな感じのになっちゃうの。癖になってんだ、意識すんの。意識しちゃうけどね。しちゃうよ。聞いちゃったらね。あんな声が短い。はい、ということで最終戦浦島太郎。せーのでどーん。2人が揃っちゃったね。それぞれ書いたね。もはやここまで来てちょっと一個言わせていただくならばさ、ヴィランか？ヴィランとは？っていう感じになってきてるけど、まあいいよもう。でもいろんなヴィラン生み出してるんで、総じて広く見てヴィラン化ということで。広く見てヴィラン化ということで。僕から言う？じゃあゲイさんから。乗っかってんだもん。一応乗っかってるんだもん。完全にもうザブッと残ってる。もう大船に乗った気でいる。いやもうね、この乙姫様。乙姫様はさっきまでポンポンと角の生えた月の民ばっか出てきてましたが、この子人間です。人間。ただの人間。でもまずこの世界としては、桃太郎とかぐやのその時代、戦争が起きて100年経ってまだ戦争は続いてる。月の民と。そう、青函戦争はまだ続いてる。月の民と地球のそのね、戦争まだただ続いてるけど、桃太郎は鬼七丸くんに敗れてます。負けてる。負けてます。でも絶対どこかにいると。桃太郎の復活をこう願った人たちがいるという中、少女だった頃のまだ乙姫は戦争の中で巻き込まれて、月の民に鬼たちに追われて、両親はどうしてもこの子だけを逃がしたい。
小舟に乗せて逃がすわけよ、はい。逃がした先がもうやっぱりでも嵐で転覆して、奇跡的に島にたどり着いた、そのままお腹も空いて空腹状態で喉も渇いた、そこにあった泉があったわけよ。泉。そう、なんかこう水が溜まってる場所があって、死に物狂いでたどり着いて、その少女は飲んでしまうわけ、その水を。はい、そこどこだ？鬼ヶ島です。うわ要するにかぐやが残した泉水なわけよ、水、謎の水、不死の薬が元になってきびだんごだったり生まれてるわけよ、それが溶け込んだ泉があって1箇所、鬼ヶ島に。お、じゃあ超人になってしまったと。それを飲んで、やっぱり体に異変が起きてすぐ気絶して、そのまま泉に沈んでっちゃう。沈んでって目を覚めた瞬間に異変に気づくわけ。死んでない、水の中で。水中呼吸の神通力と亀の変化能力を手に入れたのが乙姫さん。それはもうやっぱりあれよ、両親を奪った月の民を滅ぼすためにさ、立ち上がるわけよ。乗っかっていいっすか？レイズみたいな感じ来ないで。いや、ちょっとね、私が想定してたものとマッチしすぎて、マッチしちゃったの。ありがとうっていう感じだった。ありがとうございます。ありがとうございます。これは浦島くんです。はい、浦島くんね。彼、桃太郎と同じ人種です。何、植物から生まれた系人類？そうだけど、まあ自由奔放だし、自分のことそんな風に思ってないし、しかも源さんの月の民たちも把握してない、だからノーマークなんですよ。そうそれを感知した乙姫様が竜宮城に連れてって長い時間をかけてこいつを育て上げて出るべき時、戦うべき時に備えてるっていうおじいさんになっちゃったというよりかは、人間じゃなくしちゃったっていう感じで浦島太郎を作り上げたっていう話。そっちね。あ、でもね、最初から特殊じゃないね、僕の場合。竜宮城で浦島太郎をね、この亀の姿の自分を助けてくれた心優しき青年で何かを見抜いたわけよ、この人っていう。それで竜宮城で振る舞ったわけよ、きびだんごも含めて。やっぱそこで能力に目覚めて、で帰り際にでも異変に気づくわけ。もっと言うと時の部屋が原作にあるの。ここで1年間を一瞬で過ごせますよっていう部屋があるの。強っ。本当にあるの。これは元の浦島太郎の話にあって、逆がいいけどね。そこで帰り際にすごいなんか体に異変を感じて、海から上がったら時間が700年も経ってましたっていう、でもうここはちょっとファンタジーにしたいので、海からザバーンって上がったら、現代日本です。現代編ですよ。だから浦島太郎が。うわ、好き。これどうやって動画にするの？どうしよう、書けよお前。なんか久々のヴィラン化だからちょっと調子乗っちゃったわ。撮影時間も1時間半。俺喋り続けて1時間半だとこどうすんだこれ。本当だよ。いや楽しかった。ということで、はい。日本昔話が妙に壮大だったらもしも、日本昔話アベンジャーズですこれね。そうですね。そういうことです。日本昔話アベンジャーズということで。許していただきたい。いや、これはちょっと漫画化したいなという気持ちも。頑張ってね。私だけでこの壮大な頑張って新宿書いてね。背景スタッフお待ちしております。さあ、ということで久々のタイムラプス。桃太郎書いちゃうよ。はい。何かあった桃太郎と善良な桃太郎。はい。さあ、まずは善良な桃太郎さやさんが。そうですね。もうど定番の桃太郎のイメージを、もうねドストレートですよこれは。いやもうそうですよ。数々の絵本からねイメージを引っ張ってきましたよ。間違いなくこいつは桃太郎ですね。間違いなく桃太郎ですよ。心優しい青年なんでしょうね。いや多分ね家でスプラトゥーンとかやるのが好きだと思う。そう意外とゲームあるんだこの時代。結構浦島持ってきてんじゃん現代から。持ってきてる。ちょっとそのイフルート面白いな。いや今回ねカラーインクですよ、ちょっとカラーインクいじるの実は久しぶりだったんです。最近水彩に浮気してたんで。ちょっと最近透明水彩に浮気してたんですけども、ゴリゴリカラーインクでね塗りまくって、でこれでこの辺でねなんか寂しいなと思ってね、ほらなんかやり始めましたよ。模様が入りましたよ。もう柄があるらしいですね。そうなんです。矢羽柄というのはねこう縁起のいいものなのでね、こう少年に着せるのにぴったり。ぴったり矢羽柄ぴったり。不穏だぞ。こんな曲が。はいということで縦に長い。はい今回ですね縦の 4K サイズで作画してます。iPad 使ってプロクリエイト強いですよでゴリゴリやってる感じですね。 4K です。 4K ですね。ちょっとこのサイズ感で縦長の絵にしたかったのでやってます。きびだんご持ってる。はい桃太郎です。
やばい、書き込みえぐ桃太郎です。誰が何と言おうと。しかし何かあったんで、なんか左手えぐいことになってますからね。なんかすごいね、はい、なんかやばい、質感なんかもう縄文杉みたいになってんじゃんそしてね、鬼を従えてるんだけど、下の鬼の顔が決まらずね、一生描き直してね。ほんとだ。こっちにしたらしい。ちょっと可愛らしいね、間抜けな方にしたらしい。あ、ほんとだ、ちょっと怖いより間抜け寄りの顔。日本画っぽいね。そうね、そうそう、見た、そうな、般若見たのよ。あ、そう、日本画の般若をちょっと参考に描かせていただきました。もうギラギラの赤が入りましたよ。いや、かっこいいですね、ゲイさん。今回すごい気合入ってません？なんですかね、なんか昨日の夜から描いてたんですけどねえ、すごくないですかそれ。ものすごい時間かけて愛情たっぷりの闇落ちです。さあ、最後ご覧ください。予告編です。さあ、公開しません。勝てる気がしないうちの桃太郎ちゃん勝てる気しません。いや、勝ってくださいよ。イフルート同士で戦ってくださいよ。What if？ お家でスプラトゥーンしてるから無理平和主義すぎる。